皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。フェラーリ365デイトナスパイダーに当時用意されていたカラーはマローネにマローネメタリザート、ロッソキアロにアルジェントオートゥイユ、ネロにジャッロと、調べてみるともう少し種類があるかもしれませんが、おおよそ6色のカラーがあったようです。この中から今回はネロをチョイス。使用した塗料はクレオスのウィノーブラックで、通常のブラックより鮮やかな発色と滑らかで強い塗膜が特徴なカラーです。この塗料をガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。続いてはエアブラシを使用した塗り分けです。塗り分けの前に組み立てても問題ないパーツを組み上げ、エンジンブロックは仮組み時に組み上げたので、残っているパーツよりエンジンスタンドにネームプレート、ブレーキマスターシリンダーなどを組み立てます。組み立てたら塗装です。まずはベージュで仕上げるつもりのインテリアパーツの下地としてホワイトサフェーサーを、次にブラック系、下回りパーツやメタリック塗装をするパーツの下地としてエボブラック、インテリアのダッシュボード類にはラバーブラック、各種アーム類やマスキングをしたラジエーターにはツヤありのブラックを塗装です。続いてはメタリック系で、キャブやミッションケースにはフラットアルミ、マスキングを施したスペアタイヤやブレーキディスクにはクレオスのスーパーステンレス2、マフラーなどにはスーパーチタン2、エンジンブロックやヘッドカバーにはスーパーアイアン2を塗装。コントラストの違いをつけることで質感の違いを出しています。サススプリングはレッド、バッテリー上部にはブルーを塗装。ダッシュボードパーツ以外のインテリアはサンディブラウンを塗装です。クリアパーツにはマスキングを経てクリアオレンジを塗装。ついでにマフラーもクリアオレンジを使用し、焼けの表現として塗装しました。次に筆を使用した塗り分けです。まずはメタリック関連から。エンジンパーツでは電装系を、足回りではサスペンションパース、インテリアではシャフト系とスイッチ類にフラットアルミを塗装です。エンジンヘッドカバーのフェラーリの刻印は、刻印部分のみ露出させるようにマステをカットした上で、ヘッドカバーをマスキングをし、クロームシルバーをつけた綿棒でポンポンと少しずつ塗料をのせていくように塗装です。足回りのアーム類にはゴールドを入れておきます。その後インテリアパーツにブラックを入れたら、フォーアーティストマーカーシルバーでメッキ部分を塗装し、メッキ調とします。各種ボルト類にもこのマーカーを使い塗装をしました。シートや内張りのブラック部分はエナメルのセミグロスブラックを使用し塗装。塗料がしっかり乾いたら、エナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た箇所を拭き取ります。ハンドルはウッド調にしたく、あらかじめシルバーを塗装しておいたハンドルに対し、アクリルのフラットブラウンで綿棒を使い、かすれさせるようにドライブラシ塗装で模様をつけたら、エナメルのクリアオレンジを上から塗装。これでウッド調のハンドルが出来上がりです。次にエンジンの組み立てです。伝説的な V12 エンジンですので、ポイントを抑えたディティールアップとなるようにエンジンルーム内を作り上げるつもりなので、エンジン本体にはパイピングをしていきます。アドラーズネスト製のリード線を使用です。ヘッドカバー側はプラグコードの再現として 1mm のビニールパイプを根元に取り付けてからリード線を取り付けますので、1mm のピンバイスで穴を開けていきます。デスビ側は構造を無視した形となりますが、
2つあるデスビパーツに6箇所ずつ 0.5mm のピンバイスで穴を開けておきます。その後説明書通りに組み上げ、パイピングの前に墨入れ塗料でエンジン、マフラーを汚し塗装をしました。レッドを塗装しておいたスプリングには墨入れです。ある程度組み上げ、エアクリーナー組み付け前にパイピングです。1mm 径のパイプを細かくカットし、ヘッドカバー側に取り付けてからリード線を組み込んでいきました。パイピングが終わったらエアクリとマフラーを取り付け組み立て完了です。エンジンルーム内はパート3でディティールアップ予定です。続いては下回りの組み立てです。まずは足回りから。富士見のエンスジアストシリーズは足回りの構造が丸分かりするくらい細分化されたパーツとなっていて、組み上げながら知識をつけることもでき、楽しみつつ進行できます。説明書通りの組み立てとなりますが、足回りのパーツは特に組み上げてから崩れるのも嫌なので、しっかり接着が固定するのを確認しつつ、じっくり一つ一つ組み上げていくようにしています。例えばフロントでは左右のハブパーツを固定するパーツなどにはより強固な接着ができる瞬間接着剤を使用するなど、がっちりと組み上げていきます。エンジンの組み込みは先に取り付けてしまった液パイを一旦外してからステーに固定、その後再度液パイを取り付けました。リアはミッションケースを取り付けておきます。サブフレームにエンジンと足回りを取り付けたらフレームに合体。ここの接着も強固なものにしたかったので瞬間接着剤を使用しました。最後に残りのマフラーとリアの足回りを取り付け、下回りの組み立てが完了です。次にデカールの貼り付けです。キットは古いものですので、デカールは傷んでいると推測し、リキッドデカールフィルムを塗布した上で貼り付け作業を行っていきます。リキッドは筆で塗布した後、水洗いで OK。 しっかりリキッドを乾燥させたデカールは付属デカールの塗布した部分に1枚フィルムが重なった感覚ですので、しっかりその部分の形で切り離さないと余計な余白部分がついてきてしまいます。デザインナイフやハサミで細かくカットし貼り付けていきました。ダッシュボードにはメーターパネル、ボディ側ではエンブレム類、他にも社名プレートに対しデカールを貼り付けです。メーターパネルは貼り付けた後、レジンを流し込みブラックライトを照射。メーターケースの再現とデカールの保護をしておきます。最後にインテリアの組み立てです。まずは説明書にはありませんが、フロアマットの再現から。ダイソーのフェルト生地よりブラックをチョイスしカット。センターコンソールのところがカーブしているので合わせつつカットし、セメダインハイグレード模型用接着剤で取り付けました。その後フットペダルやギアボックスなどを仕上げ、ダッシュボードにはハンドルを組み付けです。最後にセンターコンソール、シート、内張り、ダッシュボードの順で取り付け、インテリアの完成です。ベージュでまとめ、気品あふれるインテリアにリアリティあふれるエンジンが組み付けられ、完成まであと少しとなったところで、今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。